棒を使わないと女攻めじゃない。女性が身体的に大側だったら、それはもう女攻めじゃない。そういう意見があります。でも私は、女攻めの攻めは身体的な凹凸だけでは決まらないと思っています。もし女攻めが特定のプレイだけを意味するなら、それは逆は何とかと呼べばいい。もし女攻めがただの精神的な上下関係なら、それは女性優位と呼べばいい。でも実際には、女攻めという言葉はそのどちらとも完全には一致しません。BL では、双方の身体的な前提が近いから、凹凸が受け攻めの基準になりやすい。それ自体はわかります。でも、その基準をそのまま男女カップリングに持ち込むと、話がずれてきます。男女カップリングでは、そもそも身体的な前提が違う。だから、同じ基準をそのまま当てはめても、納得しにくい人が出てきます。実際、女性が凸側で男性が大側になるシチュエーションは、男性向けではマイナーながらも、女性向け女攻めジャンルよりずっと昔から存在していました。でもそれは、男性受けや M シチュの定義そのものではありません。あくまで、プレイの一つ、シチュエーションの一つです。攻めとは、必ずしも身体的な凸側だけを指す言葉ではない。BL 界隈独自の定義を持ってきても、BL に興味ない人には馴染みがありません。例えば、BL に興味ない女性が、うちの彼氏を責めてみたい、と言っている場合、お尻に何かしたいという意味では言っていない場合の方が多数だと思います。その軽い、彼氏を責めてみたい、の責めが、女攻めの責めなんじゃないでしょうか。そもそも、そういう場面がない全年齢作品では、どちらが攻めかをどう判断するのか。多くの場合、能動側、口説く側、欲望の主体になる側、そういう側が攻めとして見られます。逆に、欲望の対象になる側、反応を引き出される側が受けとして見られます。女攻めの核心もそこにあると思っています。女性から行為を仕掛ける、女性が男性を受動側に置く、女性がやる、男性が反応する、男性が照れる、男性があえぐ、男性が崩される。この女能動こそが女攻めの一番広い定義であり、女攻めの基本だと思います。その上で、逆は何とかが好きか、女性優位が好きかは、それぞれの細かい好みの話です。女凸以外は全部女性優位と主張する人もいますが、受け攻めと優位性は本来無関係です。精神的に女性が上でも、行為中に女性が完全に受け身なら、それは女攻めではなく女性優位です。逆に、男性優位の女攻めも存在します。女凸以外は全部女性優位は成り立ちません。凹凸と優位かどうかは別軸です。そして、身体的大側の女攻めは、誘い受けや襲い受けとも違います。男女の場合、誘い受けや襲い受けは、女性が積極的に誘ったり、襲ったりしても、最終的には男性に攻めてもらうことが前提にあります。男性から攻められたい、攻められたら嬉しい、男性に主導権を渡したい、主導権握られても嬉しい、それは、受けの能動性です。部分的に見れば、その能動的な部分は女攻めのプレイではあります。しかし、それはただのプレイ、ただのスパイスで、主食ではなくて、根本的に男攻めを大前提にしていますので、誘い受け、襲い受けとしてみなすのが正しいと思います。女性が大側の女攻めは違います。男性に攻めてもらうために動くのではありません。女性が身体的に大側であっても、女性から行為を仕掛ける、女性が男性を受動側に置く、女性がやる、男性が反応する、男性が照れる、男性があえぐ、男性が崩される、そして攻めることが手段でもあり目的でもあること、男攻めを前提にしていません。それが女攻めです。だから分けて考えるべきです。身体的な凸側、行動としての主体、精神的な優位、この3つは別の軸です。ここを混ぜるから女攻めの定義はずっと混乱してきました。女攻めは女凸だけではない、女性優位だけでもない、誘い受けや襲い受けとも違う、恋愛や性的な場面で女性が能動側で男性が受動側の関係性、それだけです。だから凹凸関係なく女攻めは成立します。